皆さんこんにちは、ゴロゴロ旅です。今私はフィンランドのヘルシンキに来てるんですが、今日はね一日中ゆっくり街歩きしようかなと思っています。ここは、Airbnb の、近くの通りでトラムが通る通りなんですよ。トラムのある街っていいですよね。夫はね今ねダウンジャケットを念のため取りに行ってます。8月の、今日3日かなですが、結構ね寒いんですよね。日差しは暑くて暑いとか思うんですけど、風が10月末から11月ぐらいなので、ノースリーブだけどダウン着たいみたいな不思議な天気です。今日は歩きながら自分の感性、素人目線で目に留まった建物を AI で調べながら味わいたいと思います。この建物は1905年に完成したクリオ、フィンランド版アール・ヌーボーとも呼ばれるユーゲント様式を代表する建物です。角は丸くデザインされ、曲線を描くバルコニーや細長い窓が数多く使われています。曲線状の美しい破風、花飾りのような漆喰装飾、張り出したバルコニーと黒い屋根の塔、北欧ならではの色使いですね。特にこの建物を目当てに来たのではなく、歩いている時に見つけた素敵な建物を調べただけなんです。マリナードハウス、ネオルネッサンス建築です。1階部分のこの石組みの重厚な外観と2階以上のこのデザインが異なっているのはネオルネッサンスの特徴だそうです。こういったマンション、日本でもよく見かけますよね。日本で見かけた時にはちょっと成金だなぁなんて思ってたんですけれども、これをネオルネッサンスって言うんですね。夫は先日一人でこのフィンランド自然史博物館を見学しました。フィンランドの動物がかなりリアルに再現されていたそうです。ちょっと坂でここ歩いてきたわけですけれども、このヘルシンキ一帯も、2万年前までは氷河だったんですよね。厚さ2キロから3キロの巨大な氷に覆われていたんですよ。まるでね今のアラスカみたいだったんですよね、ここがね。でそれが氷がゆっくりと大地を削り取り、もうこのヘルシンキは岩盤がたくさんこう表出っていうか表に現れてるんですね。その代表というか象徴的なのがこちらです。この教会はこの岩を積み上げたのじゃなく、この岩盤を花崗岩をくり抜いて作られています。アラスカで見たように氷河は長い年月をかけて大地を削り、その後花崗岩の岩盤が姿を現しました。その岩盤を掘って作られたのがこのテンペリアウキオ教会です。まさに氷河時代が残した地形を生かした建築なんです。祭壇にあるのは簡素な十字架だけ。ローマカトリック教会で見られるような豪華な祭壇や宗教画、聖人像がほとんどないことに気づかれたでしょうか。この教会は16世紀の宗教改革から生まれたプロテスタントの一派ルーテル派の教会です。
礼拝では聖書の教えと十字架を中心とするため、装飾は控えめです。自然の岩肌をそのまま生かした空間もこの教会の大きな特徴となっています。この迫力の天井は約22キロの銅の帯を渦巻き状に巻いて作られています。斬新ですよね。今ではヘルシンキを代表する観光名所ですが、完成当時は教会らしくない地下壕みたいだと激しい反対がありました。しかし半世紀以上経った今ではフィンランドを代表する近代建築として世界中から多くの人が訪れています。岩の教会、印象的でしたね。なんかこのフィンランドのヘルシンキのユーゲントスティールとか、いろんな様式の建物と全く違うのができて、その当時のヘルシンキの人も怒っちゃってたっていうのも分かる気がするけどね、やっぱり建築家って斬新なんだね。でもその宗派のこの聖書と自分と神だけのその装飾を配した宗派だから、それは代表してていいのかなと思ったけどね、で割と静かに、見れました。スプーン貸して。スプーン。スプーン。ここでもサーモンスープを。ここのはレモンがちょっと効いてる感じで。やっぱね、どこのサーモンスープも鮭がこうじんわり、鮭の旨味特有のね、美味しい。これにはね、パンもつけてくださっているので、これを食べたいと思います。トッピングを2つ選べるということで、私はこのチビエビとドライトマトを選びました。これ自分でサンドして食べても美味しいかもしれないね。そうかそうか。飛び込みで入ったところだけど、まあまあいいんじゃないでしょうか。でもね、お値段がびっくりよね。もうこれで6000円。だって飲み物だってさ、お水あるからいいけどさ、これでアイスコーヒーとか頼んだらもう8000円なんのかな。考えちゃダメだ。考えちゃ負けだ。波打つタイルのオブジェの広場は地下にあるアモスレックス美術館の屋根です。誰でも歩いたり腰を下ろしたりしながらこの不思議な空間を無料で体験できます。夫があんな上まで。危ない。64歳、気をつけて。ニョキッと盛り上がった部分には天窓が設けられ、地下の展示室への自然光を届けています。美術館の館内から見ると、窓の向こうに空や周囲の建物、広場を行き交う人々が見えるそうです。地下には静かな美術館、地上には人が集まって自由に過ごす広場。同じ屋根を境に2つの空間が重なっています。今回は館内には入れませんでしたが、この起伏のある広場を歩くだけでも建築そのものを体験できる場所でした。左奥に見える茶色い建物はカンピ礼拝堂、正式にはフィンランド語でカンピンカッペリ、
一般には静寂の礼拝堂と呼ばれています。高さはおよそ 11.5 メートル、一般的な4階建てに相当します。外観には一般的な教会に見られる塔や大きな十字架、正面玄関を強調する装飾がありません。窓も見当たらず、巨大な木の器や船、あるいは人を包み込む繭のように見えます。どの方向からでも近づける局面によって広場の人の流れを妨げず、街の風景に自然につながるように設計されています。船に見えるかな、私にとっては。外壁のこの木材は頭皮といって、バイオリンやギターの表板、ピアノの鍵盤に使われていて、軽くて柔らかく加工がしやすいそうです。弾力や強度もあるそうなんですね。皆さんおなじみムーミンです。ヘルシンキ中心部には公式のムーミンショップが2店舗あるそうです。この人の名前が知りたい。お姉さん、これはサザエさんの絵みたいな。ムーミンがママに甘えてんのかな、これ。ムーミンコーヒーか。レディーデイズ、メディウムロースト、パパの味、ダークロースト。ここはヘルシンキ中央図書館オーディです。オーディは本を借りる場所という従来の図書館とは少し違います。フィンランドでは市民が自由に集い、学び交流するリビングルームとして設計されました。世界中の建築賞や図書館賞を数多く受賞し、2019年には世界最高の新しい公共図書館に選ばれるなど、世界を代表する図書館として知られています。館内は3つのフロアに分かれていて、1階はイベントや映画館、レストラン、カフェなど人が集まる交流のフロア、2階には 3D プリンターやレーザーカッター、ミシン、録音スタジオ、ゲームルームなどがあり、本を読むだけでなくものづくりや創作活動ができる空間になっています。そして最上階はこの開放感あふれる読書空間です。図書館のコーヒーで素敵な感じでいいですよね。フィンランド名物のシナモンロール、コルバーブスティです。この図書館オーディではオーディのシナモンハートという名前で販売されています。食べてみるとカルダモンが香るんですよね。そこにシナモンを巻き込んでパールシュガーがたっぷり乗っている、そんな感じのパンでした。もっちりとどっしりとしてました。カルダモンの味がすごいね。でもそうかって感じごめんなさいそうね、私の好きな好みだから、そうねって、一応食べた。
図書館を出て歩いていたら、いつの間にかヘルシンキ中央駅の地上ホームにいました。駅のホームが通り抜けられるという体験は、北欧らしいオープンさ、そして信頼ベースの運賃システムがそのまま空間デザインに現れていると思います。このホームからフィンランドの地方へ行く旅も行ってみたいな。ここから港の方へ。これはすごい。狭い道を歩いてたら急に広場が現れました。これはすごい。フィンランドは約600年続いたスウェーデンの支配を経て、1809年にロシア帝国の自治領フィンランド大公国となります。新しい首都づくりの最初に整備されたのはこの元老院広場です。建築家カール・ルードリッヒ・エンゲルは広場を中心に官庁や大学を左右対称に配置し、その正面にヘルシンキ大聖堂を建築しました。完成した白亜の大聖堂は新しい首都ヘルシンキの象徴となり、現在も町を代表する景観として親しまれています。あそこにクルーズ船が見えますね。もうあそこは港です。港が近いからかカモメがたくさんいます。飛んでいます。結構ここは来てみる価値のある、すごい迫力のある場所ですね。かなり高さあるよね、これね。港に行けるんで、ちょっと歩いて行ってみましょうか、ね。とっても雰囲気がいい。ここは信号がなくてこんな感じで行きます。ああ、綺麗でしたよね、あれね。かわいいな、あれとかね。本当にいろんなタイプの建物があってびっくりよね。現代風の美術館や礼拝堂も見たけど、こういうのもあってね、不思議な街。わあ、港だ。うわあ、クルーズ船がいっぱい。素敵なとこだね。ああ、いやー素敵、にぎやか、この辺にこのテントの出店があって、あそこが本当市場になってるから、ちょっとこことここ見ていきましょう。あっちの市場、こっかスパニエルちゃん。変わらないですね、値段はね。クレープが美味しそう。この港は500年近くヘルシンキの玄関口として町の発展を支えてきました。
現在も観光船やフェリーが行き交い、多くの人で賑わっています。昔はここまで運搬のためのトラムが来てたのかもしれないですね。私たちが2日後に乗るタリン行きのフェリーは、この西側にある西港から出港します。2日後、私たちはヘルシンキをフェリーで出発し、バルト海を渡って2時間のエストニアのタリンへ移動します。2026年のこの旅はバルトの旅と銘打って、フィンランドとバルト三国を旅します。フィンランドからエストニア、ラトビア、リトアニアへバルト海を囲む4カ国を巡ります。北欧デザインが暮らしに溶け込むヘルシンキ、中世の街並みと最先端 IT が共存するタリン、世界有数のアール・ヌーボー建築が彩るリガ、そして中世の面影を色濃く残す教会と石畳のベルヌス。地元の食材で自炊をし、ゆっくり街歩きの暮らすような旅、私たち世代の旅です。Uno era quello. Questo no?
市場の中の食の選択肢は豊富だったんですけれども、選びきれなくて結局お家で食べようということになりました。かっこいい建物、フィンランドユーゲント様式です。ヨーロッパの華やかなアール・ヌーボーとは異なり、自然や中世の城を思わせる重厚さがフィンランドらしい特徴です。壁全体は黄色い粗い塗り壁ですが、入り口だけは粗く切り出した花崗岩で縁取られています。まるで巨大な石が入り口を支えているような造形です。このドアは入り口と同じ形をしていて、もう単なる装飾ではなくて建物全体を一つの作品としてデザインするというユーゲント建築の考え方を代表しているそうです。20世紀初頭、フィンランドではロシア帝国の支配下で民族意識が高まり、フィンランドらしい建築を目指して中世や自然を連想させる重厚なデザインが好まれたそうです。先ほどまでいたヘルシンキの地図ですね。昔はこんな風になってたんだ。あれが市場ですね。マーケットがあるとこなくて、あそこに大聖堂があって、やっぱりトラムの線も入ってるね。ライオンが印象的なこの建物、フィンランドの国章にも書かれているライオンで、国の象徴として多くの建築に使われています。赤レンガと地元の花崗岩を組み合わせた重厚な造りも100年以上のヘルシンキ建築らしい特徴です。レンガタイルじゃなくて本当のレンガを埋め込んであるからね、これね。見てていいわ。このレンガがタイルが外れるとかじゃなくてレンガ埋め込んであるって。日本のライオンズマンションみたいなレンガタイルみたいに見えながら本物のレンガだっていうね。この日歩いたのは約1万4000歩。ちょっとしたお散歩ですね。ここまでご視聴ありがとうございました。